日は大豆のメンチカツの作り方をご紹介していきます。ひき肉の半分を大豆にすることで、大豆に含まれるタンパク質を補いながら脂質を抑えることができて、さらに子どもに必要な鉄とかカルシウムの他の栄養素も補うことができます。玉ねぎを本来はみじん切りにしていくんですけど、今日は冷凍玉ねぎを使います。もうみじん切りにされているものです。スーパーなどでこういったもうすでにみじん切りされていて冷凍されている玉ねぎが置いてあります。最近はね、こういう便利なものもたくさん増えてきたので、今回はもう切る手間も省いていきます。でさらに今回は電子レンジでこれを加熱していきます。おっとっとと、玉ねぎの中に油を加え混ぜていきます。あ、これも入れる？あ、混ぜてください。じゃあ小太郎くん、油と玉ねぎをなじませます。いくよ。混ぜ混ぜして、ぐるぐるしてごらん。そうそう、ぐるぐる、上手上手。ありがとうございます、小太郎さん。今回はこの大豆を1缶使い切りたかったので、ちょっと多めに作ってます。で概要欄に書いてある大人2人子供1人分で作る場合は600ワットの電子レンジで 5,6 分ほど加熱していきます。今日はね、量が多いんでちょっと多めに加熱していきます。ふんわりとラップをして電子レンジで加熱していきます。だいたい 5,6 分を目安に加熱していきましょう。もし量を増やした場合の加熱時間の目安なんですが、玉ねぎの表面が若干焦げているぐらいに加熱した方が玉ねぎの甘みが出て美味しくなります。できました。玉ねぎの加熱が終わったらラップを外してこのまま粗熱を取っておきましょう。では大豆の水煮を刻んでいきましょう。このカンカンに入っているこの大豆の水煮を使っていきます。どうぞ。気になる？触る？これよ。潰してごらん。手で潰れるよ。粗みじん切りにしていきます。やる？こうた。引っ張ってごらん。お、頑張れ。それー、それー。それー。中見てごらん、こうた。ほら、ぐるぐるぐるって回ってるね。ぐるぐるぐる、ありがとう。ぐるぐる。大豆を粗みじん切りにすることでひき肉に馴染みやすくなります。お子様と調理するときは大豆、誤ってそのまま丸い形で口に入れてしまうと誤嚥の危険があって危ないので、一緒にやる場合は注意してください。潰した状態のを渡してあげるとか、そういう風にしながら気をつけて一緒にやっていきましょう。これちょっと歯が危ないからと待って待ってよ。カッシャンしないでよ。では肉ダネを作っていきましょう。コタも落ちちゃった。コタもクッキングね。はい、きゅうりさん、人参さん、混ぜ混ぜしてください。ここに大豆水煮とそれから玉ねぎ、それから生地の中にパン粉、つなぎですね、加えていきます。お塩です。あ、待って、これはこの間見た光景だぞ。この間見た光景だぞ。あー、貸して。せーの。1、2、1、2、頑張れ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 。不思議だね。お水みたいだね。いい？じゃあ。衣でも卵を使いますので、半分残した状態で生地の中に卵を流し入れていきます。では生地を粘りが出るまで声がかき消される練っていきましょう。そうそう、
あ、それでやってごらん。そうそう。あ、上手上手あー、上手、すごいね。頑張れ頑張れ。ぐるぐるだよ。今小太郎くんはお昼寝をしに行きましたまたギャンギャン泣いてます生地粘りが出るまでよく混ぜたら成形していきましょう。揚げている時に形が崩れないように空気を抜きながら丸くしていきます。衣をつけていきます。溶き卵の中に小麦粉を加えていきます。お水加えます。本来は小麦粉つけて卵つけてパン粉つけてっていう3段階になると思うんですけど、保育園だと時間がないので、もうこうして小麦粉と卵液を先に混ぜ合わせておくっていうバッター液っていうんですけど、これを作っておくととっても料理の時間効率が良くなります。では衣をつけていきます。卵液の中に入れたらパン粉まぶしていきましょう。私はこのフライとか揚げ物する時はこの最終段階の衣をつけている時が結構ワクワクする。なんかいよいよ上がるんだなみたいなそんな感じです。なんかジェットコースターの登ってる最中みたいな気持ちいよいよ上げるぞって感じで一番今が楽しい。今は量が少ないんで片手で卵液つけて片手でパン粉ってやってますけど、保育園だともう本当に何百個一度に作るので、もう両手で1人がもうバーッとこの卵液をつけて、もう1人パン粉をつける人がいて揚げる人がいてみたいな形で結構分担して流れ作業でやってます。よし、ではいよいよ揚げていきます。油を170度に温めていきましょう。油の温度の目安なんですが、お箸とか木製の木べらを入れていただいて、一呼吸置いてから泡が全体に上がってきたら、これが揚げていいよっていう合図です。でもし入れた瞬間にすごい強い泡がブワッと上がった場合はちょっと温度が高すぎているので、一旦火を止めて下がるまで待ちます。メンチカツ揚げる時のポイントなんですが、全部で7分ほど揚げていきます。ちょっと揚げ時間が長いので、最初から温度高めだと表面だけ焦げてしまって食べにくくなってしまいますので、上がりすぎないように低い温度のままじわじわ揚げていきます。でもし最後の方にちょっと色が薄いなと思ったら、最後ちょっと火を強めて調整すれば大丈夫なので、最初から温度高すぎないように気をつけましょう。2分ほど経ったら上下を返していきましょう。2分経ったら上下を返してというのを繰り返して、最後は1分経って返して全部で7分揚げていきます。
つまみ食いおいで歌おうと思ったのに。3、はい。給食給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んでみんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒に。いただきます。もう食べてます美味しい？メンチカツからいきましたね。ではいただきます。今日はもうお昼だからね、お昼寝から起きてお昼だからちょっと他のおかずも乗ってます。ちなみに今日これは何のおかず？これは、今日副菜は、キャベツたっぷり入ったスパゲティサラダ、これもね大人気メニューと、あとはお味噌汁はほうれん草とじゃがいもの味噌汁で、ほうれん草も今日冷凍野菜使っていて、じゃがいもも冷凍の野菜使ってるから、一切これは一切に切ってないんです。とっても簡単。このメンチカツは中にお塩が入ってるからソースかけなくても十分美味しいです。いただきます。これはご飯が進みますな。これ美味しい？美味しいって。満足そう。あ、ちょうだい。こたのちょうだい。触れない。全然無視されちゃった。美味しいね。美味しいね。お、すごいね。これよく食べるね。こういう揚げ物って結構子供が食べやすいレシピの一つなので、ひき肉で全部作らずに今回みたいに大豆入れたりとか他のお野菜とかを入れていろんな栄養素が取れるようにするととってもいいです。簡単にね栄養素取ることができます。美味しいね。美味しいね。みんなも作ってねって。また美味しいよバイバイ。まっすぐパパの方をまっすぐ見てる食べましょう。じゃあ食べましょう。食べよう。